今回の主人公は20世紀最高の俳優とも呼ばれる男、マーロン・ブランドです。一人の少年が後にハリウッドをひっくり返した。その男の人生はスクリーンの外でもずっと映画だった。それでは前半です。幼い頃、マーロン・ブランドは皮紐でつながれていた。姉のジョスリンが弟を抑えるためにそうしたのだという。走り回り、騒ぎ、手がつけられない、そういう少年だった。マーロン・ブランドは1924年4月3日、アメリカ中西部ネブラスカ州オマハに生まれた。父は化学肥料の製造業を営む厳格な男だった。母はアルコール依存症で芸術家肌の不安定な女性だった。二人の姉と転々とする家の中でブランドは育った。6歳の時にイリノイ州へ、次にカリフォルニア州へ、また別の町へ。定住のない生活が続いた。母は家を空けることが多く、ブランドは家政婦に懐いた。しかしその家政婦も結婚して家を出て行った。幼いブランドの中に見捨てられるという感覚が根を張っていった。学校では問題児として知られていた。暴力沙汰を起こし、規則を破り、教師を困らせた。それでもモノマネだけは誰もが認める腕前だった。母親が酒を飲む様子を家畜の鳴き声に交えてやってみせる。笑いを取りながら、その笑いで何かをごまかしていた。父は息子を抑えようと士官学校に送り込んだ。しかしブランドはそこでも止まらなかった。4科目で F 評価を取り、退学になった。19歳の時、ブランドはニューヨークへ向かった。女優をしていた姉のジョスリンを追って荷物一つで街に出た。姉はステラ・アドラーという演技の先生のもとで学んでいた。することがなかったブランドは姉についていくことにした。それが全ての始まりだった。ステラ・アドラーは当時のアメリカで最も影響力のある演技の教師だった。彼女が教えたのはメソッド演技法と呼ばれるやり方だ。役の感情を自分の感情として生きる。台本の言葉を口にするのではなく、その人物として存在する。ブランドはこの考え方に電流が走るような感覚を覚えたはずだ。問題児で退学し行き場のなかった男が初めて自分の居場所を見つけた瞬間だった。才能はすぐに頭角を現した。1944年、20歳でブロードウェイの舞台に初めて立ち、1947年、テネシー・ウィリアムズ作の欲望という名の電車に出演した。ブランドが演じたのはスタンリー・コワルスキー。そやで暴力的で本能のままに生きるポーランド系の男だ。ブランドはこの役を舞台の上で文字通り生きた。台本のセリフを言うのではなく、スタンリーとして息をした。客席は静まり返り、やがて割れんばかりの拍手が起きた。ニューヨーク中がこの若者の名前を口にし始めた。1951年、欲望という名の電車は映画化された。ブランドは舞台と同じ役でスクリーンに登場した。共演はビビアン・リー。当時すでに世界的な大女優だった。撮影初日、ブランドはビビアンに言ったという。なんでそんなに丁寧な挨拶をするんです。一人一人におはようっていうことはないですよ。と。しかしブランドはすぐに気づいた。このビビアン自身が演じているブランチそのものだと。本能で相手の本質を嗅ぎつけ、そこから演じる。それがブランドの流儀だった。映画を見たジョン・ヒューストン監督はこう言った。マルデロの扉が開いたようだった。
スクリーンから熱気がこみ上げてきたと。1954年、鳩場でブランドはアカデミー賞の主演男優賞を受賞した。不当で働く元ボクサーを演じたこの作品でブランドの地位は確立された。しかしブランドはハリウッドの仕組みそのものを嫌っていた。台本を覚えることを拒否し、カンペを体中に貼り付けて撮影に臨んだ。なぜセリフをプリントしておくのかと問われると、ブランドはこう答えた。そうすれば読むことができるからだと。監督を怒らせ、共演者を困らせ、それでも画面の中では誰よりも輝いた。しかし1960年代に入るとブランドへの評価は一変し始めた。問題行動が積み重なり、現場での扱いにくさが業界に知れ渡った。ヒット作にも恵まれなくなり、ブランドはハリウッドで干され始めた。金にならない俳優という烙印を押されたのはこの頃だ。かつてスクリーンから熱気を放った男が仕事を失っていった。しかしブランドはまだ終わっていなかった。革紐でつながれた少年がブロードウェイをひっくり返し、ハリウッドに干された。それでもブランドは終わっていなかった。この男の本当の異常さはここから先にある。1972年、ブランドのもとに一本の依頼が届いた。フランシス・フォード・コッポラという若い監督が撮る「ゴッドファーザー」という映画だった。役はイタリア系マフィアのドン、ビトー・コルレオーネ。ブランドはイタリア系の血を一滴も引いていなかった。それでも頬に面を詰め、声を低く作り、老いたマフィアのボスとして画面に立った。公開されると映画は大ヒットした。干されていたはずの男が再びハリウッドの頂点に返り咲いた。1973年、ブランドはこの役でアカデミー主演男優賞を受賞した。しかし授賞式の壇上にブランド本人は現れなかった。代わりに登壇したのはサチーン・リトルフェザーという女性だった。アパッチの血を引く人権活動家だ。彼女はマイクの前でこう告げた。彼は残念ながらこの賞を受け取ることはできません。映画界におけるネイティブアメリカンの扱い方が理由ですと。会場には拍手とブーイングが入り混じった。ブランドはこの抗議のためにトロフィーよりも多くを失う覚悟をしていた。その後もブランドはラストタンゴ・イン・パリ、地獄の黙示録と強烈な役を演じ続けた。しかし映画の外でのブランドの生活はますます風変わりになっていった。若い頃、図書館で見た写真に見せられて以来、ブランドは南太平洋の島タヒチに憧れ続けていた。タヒチで子供を育てたら本当に素晴らしい人間になるだろうと語っていた。そして実際にタヒチ近郊のテタロコア環礁の島を買い取った。ハリウッドの喧騒からできる限り遠ざかろうとした。ブランドは3度の結婚と複数の関係の中で9人以上の子供を設けた。しかしその過程には深い影が落ちていた。1990年、息子のクリスチャンがイボマイ・シャイアンの恋人を射殺した。クリスチャンは有罪となり刑務所に入った。その数年後、シャイアンは自ら命を絶った。繊細で感受性が強い性格は自分に似ていたのだとブランドは語っていた。親としての自分をブランドはずっと責め続けていたという。世間が嫌いだと公言していたブランドのプライベートが皮肉にも連日のニュースになった。晩年のブランドは自宅にこもることが増えた。体重は120キロを超え、かつてスクリーンを熱気で満たした体は見る影もなかった。それでもブランドは自宅で一人録音機に向かって語り続けていた。演技について
人生について、後悔について。残されたテープは300時間分に上る。誰に向けてでもなく、ただ自分の中にあるもの、声に残し続けた。その中でブランドは演技についてこう語っている。役者というのは自分の中にある真実を嘘の中で見つける仕事だと。反骨精神の塊で台本も覚えず賞も拒否し、世間と距離を置き続けた男が、それでいて誰よりも人間の真実を画面に焼き付けた。2004年7月1日、マーロン・ブランドは肺の機能不全のためロサンゼルスで死去した。80歳だった。プライバシーを重んじたブランドの意向で詳しい状況は明かされなかった。アカデミー賞に8回ノミネートされ、2度受賞し、1度は受け取りを拒んだ男。皮紐でつながれていた少年は最後まで誰の手綱にも完全には収まらなかった。ブランドの演技はその後のあらゆる俳優に影響を与えた。台本通りにしゃべるのではなく、役として生きる。その姿勢は今もハリウッドの演技の土台の一つになっている。スクリーンの中の男たちはブランドが切り開いた場所で今も演じ続けている。マーロン・ブランド80年の生涯でした。賞を拒否し、世間を拒否し、それでも演技だけは拒否しなかった男の話。300時間のテープに残された声が何を語っていたのか。それでは次回の主役でお会いしましょう。